ローウォーズファンの皆様、おはようございます。まず最初は、業務連絡からになります。本日より、この動画の概要欄のリンク経由で、今週の視聴者プレゼントの応募の受付を開始しました。今回の視聴者プレゼントの応募締め切りは、2021年11月14日、日曜日の日本時間午前11時になりますので、皆様のご応募をお待ちしています。さて、先週の当選者の発表に移りますので、抽選の様子をご覧になってください。先週の視聴者プレゼントには、414件の応募がありましたので、当選確率は、138分の1になります。それでは、当選者を発表しますが、今回はスキンストーンに表示されたアカウント ID が、実際に存在しない番号ということが判明したので、スキンストーンだけ、抽選を再度行っています。その結果、最終的な当選者は、975万、538さん、749万、8377さん、691万、5333の3名に確定しました。当選者の方、おめでとうございます。赤色のギフトパッケージの発送は、この動画が投稿されてから24時間以内に行いますので、商品がお手元に届くのを、楽しみに待っていてください。さて、先週はゴールドリーグへの昇格を意識した1週間を過ごしていたカーク信者ですが、金曜日のギルド戦が終了した時点での順位は、シルバーリーグの2位になってしまいました。ギルドメンバーもカーク信者も、緻密な計算の下で攻撃を仕掛けましたが、シルバーリーグ1位に到達するには至らない結果になってしまい、ちょっとだけ、意気消沈してしまったのです。このことにより、不戦勝でゴールドリーグへ昇格する恩恵に授かることはできませんでしたが、自力でゴールドリーグ5位のギルドに勝利すれば、ゴールドリーグへ、リーグ昇格する可能性は残されています。そこで、昨日は動画投稿をお休みして、午後6時から、ギルド戦の采配に集中した結果、昇格戦に勝利することができ、ゴールドリーグへ返り咲くことができました。ギルド戦に1名が欠席したアクシデントが発生したにもかかわらず、14人の攻撃だけで、どうにか勝てたよ。よかった。これは結果論の話になりますが、カーク信者のグラビティが、14人しかギルド戦に参加していないことを対戦相手が予想できていたら、敵チームが勝利する可能性も十分にあったと思います。しかしながら、対戦相手は、こちらが全ての攻撃を終える際に獲得するポイントを予想していたので、かなり無理な攻撃をしてしまい、それが想定以上に低い獲得ポイントにつながってしまったのでした。ギルド戦について、話をするよ。力の差が均衡しているギルド戦の場合、無理なく取れるポイントを目指して戦うギルドと、勝ち負けを運に任せて戦うギルドの、2つのパターンが存在します。具体的な話をすると、要塞の6カ所を攻撃して、要塞の陥落を狙うギルドがある一方で、カーク信者のギルドのように、鼻から要塞を狙わないギルドがあるということです。30カ所の攻撃目標がギルド戦には存在しますが、仮に26回の攻撃が成功すると仮定した場合、要塞を含む26カ所の攻撃に成功すると、960ポイント足す80ポイントイコール、1040ポイントの獲得が可能になります。逆に、要塞以外の拠点を最初に攻撃してから、残り2回の攻撃で要塞を攻撃した場合だと、960ポイント足す40ポイントイコール、1000ポイントの獲得にしかなりません。カーク信者は、その日のギルド戦を戦う前に、勝てる見込み回数を星勘定しますが、満点の1200ポイントを獲得できると確信した時以外は、要塞への攻撃は、見送るようにしています。その理由として、要塞を狙って要塞を陥落させることができなかった場合、受け取れないボーナスポイントの損失が、あまりにも大きいからです。どっちも似たようなもんじゃね？と思われるかもしれませんが、力の差が均衡しているギルド同士が戦った場合は、この戦略の違いで、勝敗の行方が変わってしまうのです。
つまり、予想外の攻撃ミスのリカバリーを考慮した戦いを望むのなら、最初から要塞を狙わない戦略が有効だということになります。1100ポイント以上の獲得を目指す場合は、要塞を陥落させた方が、目標のポイントを超える可能性が高まりますが、960ポイント以上を狙う場合は、要塞を狙わない方が良いとカーク信者は考えています。要塞は、マップの一番奥に配置されていることもあり、要塞の攻撃が始まった時点で、すでに多くのギルドメイトの攻撃が終了していることが普通に起こり得ます。不測の事態が要塞攻撃で発生した場合、5詰めとして攻撃に参加できるメンバーが見当たらないというケースを幾度となく経験すると、要塞の攻撃は難易度が高いと言わざるを得ないのです。それとは逆に、最初から要塞を狙わないと決めてしまえば、6回の攻撃を予備の5詰め用として確保できるので、柔軟に、リカバリー用の攻撃を組み立てることが可能になるというわけです。この考え方については、賛否両論だと思いますので、視聴者様のコメントをお待ちしています。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。